ようこそわしの日本語動画日記シリーズへ。皆さん、週末どうですか？もし皆さんがのんびりとベッドの上にゴロゴロしたら、わしは嬉しくなります。今週はまあまあ忙しかったから、この2日間リラックスするつもりです。でも、ちゃんと日本語の勉強しています。では、今回のエピソードで、わし、どうやって日本語を勉強するかと説明したいと思います。和紙的には5つのポイントがあります。それは1つ目、インプット。2つ目、単語。3つ目、漢字。4つ目、文法。と5つ目、話す練習です。では、今からもっと詳しくこの5つのポイントのことを説明したいと思います。まずはインプットですね。これはとにかくすごく大事だと思います。なぜなら、インプットがないと日本語の流れがわかりにくいからです。例えば、どんなシチュエーションでどの言葉がいいとか、文化的にどうやって自分の言葉を選ぶとかがわかるようになります。先輩後輩の関係、タメ語と敬語、有効なスラング、とにかく日本人の考え方を勉強できます。インプットには様々な種類があります。わしのおすすめがもちろん伝えますけど、一番大事なのは自分にとってそのインプットが楽しいということです。アニメはもちろんすごくいいと思います。確かに日本人はアニメみたいに常に話さないけど、なんとか日本語の流れや日本の文化について勉強できます。はじめには字幕使ってもいいですが、もうちょっと上級者になると字幕なしで見るのはいいと思います。字幕がまだ作っていないアニメも見るのはすごく勉強になります。それで自分で字幕を作ってください。これはとにかくすごい練習になります。おすすめなプログラムはこれです。Aegis Sub と OpenAI の Whisper。次の動画で字幕についてもっと話したいからしばらくお待ちしてください。漫画もいい練習になります。わしはまだ上級者じゃないから振り仮名がないと読むのは長い時間がかかります。それは勉強的にはいいんですけど、なかなか面白くないですよね。だって遅すぎます。漫画だったらドラゴンボールおすすめします。振り仮名が多いからわしみたいな中級者は問題ないなと思います。ビジュアルノベルも同じくいいと思います。と日本人から直接聞きたいなら Twitter もチェックしてください。でも一番いいのは日本語のポッドキャストです。前々回の動画でおすすめのポッドキャストについて話しましたから、興味があればぜひチェックしてください。では続いて、2つ目のポイントは単語です。インプットだけで、なんとなく単語を覚えるけど、遅くなります。ここで暗記の登場です。誰もが多分わかると思うんですけど、暗記は SRS Spaced Repetition System のソフトです。暗記で効率的に新しい言葉がわかるようになります。暗記でどんなデッキが利用できます。暗記カードのデッキを想像してください。ネットですごい数のデッキが見つかれるから、おすすめなデッキをシェアします。まずはこの円1から円5までのデッキです。このデッキにはとにかく言葉が多いから好きです。欠点は例文がないと声も出ないことです。他のアプリで発音が聞けますけど、声と例文が欲しいのなら、コア6000とか利用してください。説明欄にリンクを貼りましたから、ぜひチェックしてください。あと大事なポイントは日本の名前です。例えば都道府県の読み方や日本人の名前の読み方。それでこのデッキをおすすめします。どんな言語を勉強しても辞書も大事ですね。それでおすすめの辞書はタコボトというアプリです。発音と例文もちゃんとあって単語リストも作れます。このリストは暗記に直接輸入できまして、新しい言葉があれば簡単に覚えます。
さて、3つ目のポイントに続きましょうか。それは漢字ですね。もちろん、ひらがなとカタカナが知らないと、漢字を勉強する前に暗記してください。漢字を勉強するために2つのアプリがおすすめします。まずはワニカニです。このアプリの特徴は記憶法、ネモニックですね。ワニカニは暗記みたいに SRS を使っています。ちょっとだけ使いまして、なかなかいいと思います。欠点はもちろんありますけどね。それは値段です。とにかく高すぎます。それでもう使いません。試しがあるから無料で使える興味があれば試してください。でもね、和紙的にはもっといい方法があります。それはこのアプリです。漢字道場というアプリです。このアプリで漢字を書くことができます。これは記憶法よりいいと思います。ひらがなとカタカナも勉強できます。あと、これは秘密だけど、実はワニカニの記憶法がアカウントなしでも見えます。このイメージ通り www.wanikani.com/kanji/ 調べたい漢字をすると見えます。これで買う必要がないですよね。そして4つ目は文法ですね。文法がとにかく嫌いだから教科書を読むのが苦手です。でも、タイキムのガイドがいい始まりだと思います。教科書みたいなサイトです。これは説明欄に貼りましたから、ぜひチェックしてください。あと、この教科書は無料です。その後、この暗記デッキをおすすめします。これは A Dictionary of Japanese Grammar 日本語基本文法辞典から例文を集めました。新しい文法を見ると、この教科書で検査した方がいいと思います。もちろん本が高いから、もし隣の図書館にないと、この秘密なサイトで検査してください。そして最後のポイントです。話す練習。これのことまだあんまり知らないですね。今まで話し相手がいなかったけど、多分会話がすごく便利だと思います。でも、もし話し相手がいないなら、動画日記でもいいかもね。まあ知らんけど。それで終わりたいと思います。どうでしたか皆さん。わしの方法最高ではないか。もしおすすめがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。批評もいいです。ではまた話しましょうね。バイバイ。